こんにちは。わびチャンネルナビゲーターの森前です。さあ皆さん、今日はどこにいると思いますか？ご覧ください。東京を代表する神宮、明治神宮の本殿社殿の中におります。明治神宮さんの特別な許可をもらって今ここで撮影をさせていただいております。ちょっと厳かな気分になりそうです。ここは本来はあくまでも神域の真ん中でこういうことをやる場所ではないのですが、日本水石協会一般社団法人ですね、ここと明治神宮の方々との長いお付き合いによって、展示会が催されています。今日はそこで行われている奉納盆栽展、そして第60回日本水石名品展、この2つを皆様にご案内させていただきます。明治神宮はご祭神がご存知の通り明治天皇です。明治天皇を祭神として祀り、もう100年の時が経っています。本来でしたら3年前に100年祭というものが大きく行われるために、ここの社殿の屋根も見事に葺き替えられました。森の中に佇むこの社、今見える部分は西回廊というところです。そこからこの門をくぐり、そして東回廊へと移っていきます。水石協会が主催する奉納盆栽展は23年の時を経て多くの人たちを魅了していますが、ここ数年はこの東回廊で執り行われています。今はまだ朝です。朝8時という時間で取りやすい状態ですが、これが日中になりますと、この広い本殿前が人で埋め尽くされます。そのうち約8割の方が海外の方という状態です。多くの方々が盆栽を見て驚きと喜びとさまざまな思いを持って鑑賞されます。明治神宮の大切な盆栽がいくつかあり、今回もその一点を中心に全国からの愛好家から選ばれた数々の作品がこの社殿東回廊に飾られています。東回廊の今回20点の盆栽、その中央に位置するのがこの明治神宮が所蔵する黒松です。多くの明治神宮を崇敬される方々からご奉納によって神宮が守っている盆栽の一つです。樹齢200年、見事な屈曲する松は国風展級のレベルを持っています。神宮の奥にある盆栽の培養棚で神宮の方々が日々守り育てている木です。それでは数々の盆栽の中からいくつかの作品をご紹介させていただきます。ご覧ください。その大きさ、迫力、神伯の盆栽として第一級の名木です。斜里貫と言われる姿が幹全体を作り上げていますが、わずかに残された水水がこのはぐみを作っています。樹齢は約500年と言われる古木です。長く四国を代表する岩崎泰三先生の旧蔵品だったと確認されている木です。神宮のこの森の中に500年の木が今2本飾られている中の1本です。先ほどの神伯とは打って変わって細い、誰もが持てるような大きさの木ですが、まさにこの神宮の森の森という字に松と書く図章という種類の小柏類です。3本の木が立って、それが寄り添うように親と子というような感じが受け取れる木です。小さな鉢に入っていますが、これでも80年経っていると言われます。
こちらはやや小型の木が石と一緒に飾られています。盆栽も水石も一つで飾る時もあれば、このように相生する姿を一緒に飾る場合があります。手で持てる大きさの心拍ですが、これでも200年の時を経ている木で、ご覧ください。もともと大きかった木がほとんどその姿を枯らし、わずかな皮のみで生きています。まるで断崖から落ちる姿をそのままに描いているようです。その向こうには鞍馬石、京都の鞍馬の方の石ですね。それが山の姿を描いています。山の姿の石のこちらに、そこに生きる心拍、そんな姿が2つの展示が一緒になって表現されています。またその脇にはこの初夏を彩る水と草や苔などが一緒に置かれて、自然の風物がそのままにこの社の中に飾られています。盆栽の中には心拍や黒松以外にも、このようにその季節を彩る青葉のものがあります。これはもみじの中でもしだれもみじというとても珍しい種類です。しだれもみじの盆栽でこのようにしっかりとした樹層を示すものはとても貴重です。これで80年の時を要しています。水石も水盤飾りというものがあって、ご覧ください。荒磯という名前がついている日本の水石界でも大変有名な石です。皆さんご存知でしょうか。日本の天下5県という日本刀の中に三日月宗近という名刀があります。その名刀を所持した渡辺三郎先生が急増していた石としてとても名高いものです。貴船石という京都の貴船神社の付近で採れたとても有名な石です。また姿の違った盆栽です。ご覧ください。大きな石の板の上に乗っています。その上に幾本かの木立が立って大きな森を描き出しています。津山ヒノキ、岡山県の津山地方で採れる特殊なヒノキで、盆栽としての一番作りやすい貴重な種類と言われています。津山ヒノキでこのような大きな作品はあまりなく、おそらくは最大級といえるものかもしれません。夏を彩る盆栽に葉物の盆栽というものがあります。これは乗り移ぎという山の中に生きる一つの種類です。ご覧ください。山あいの中にうっそうとする姿、それを鉢の中に作り、そしてその足元には渓流を思わせる石の上に草草が追い生えるという姿を2つのものが表しています。盆栽は季節を飾る楽しみも一つの楽しみと言える良い例ですね。ご覧ください。このあでやかな花姿を、五月晴れ、5月6月に咲き誇るさつきの盆栽は全国誰でもが楽しめるものの盆栽の一つです。栄冠という種類で、波を打つ花がほとんどが白の中にちらほらと縦縞や赤が出ています。日本人の好みと言われるあっさりとした花芸がとても人気な種類ですが、このようにしっかりとした幹のものは名木としていろんなところに飾られます。この明治神宮の展示会にもさつきの盆栽が今回も幾点か飾られています。季節を楽しむ日本人の心というものは、その時々の展示会にもしっかりと現れるものです。さて、会場を変えまして、こちらは明治神宮社務所講堂という場所で、普段は、神職の方々の講演、講義、研究、こういうもので使われる場所です。日本水石協会と明治神宮との関係で特別な許可を得て、ここが水石展の会場となっています。今回は日本水石協会第60回、つまり60年ですね。コロナで中断がありましたので、本当はもっと長くやっていますが、その60回の記念すべき展示会がこの明治神宮社務所講堂で開かれています。
明治神宮と日本水石協会の関わりは長く、一番初め任意団体で開かれた時も明治神宮の当時の宮司様であった甘露寺様が会長を務められました。現在は一般社団法人となって協会を運営されていますが、ありがたいことに現在の明治神宮の宮司九条様も名誉会長職として私たちを見守っていただいております。数々の名石がここから世の中に紹介される場所として日本の水石界の象徴とされていますが、コロナで中断されて久々の開催となりました。今回も明治神宮がしまってある名品の水石を中心に全国から選ばれた67石の名品の石がここに飾られています。いくつかをこれからご紹介させていただきます。こちらの石が特別石となっております。今回の第60回日本水石名品展の顔となる石がございます。こうして本社殿を奥に置いて国旗の下に飾られる水石、皆さんご存知でしょうか。国家に君が代というものがあります。さざれ石の岩音なりてというところがありますが、さざれ石というのは実在する石で全国にいくつかありますが、明治神宮はこの奥にある宝物殿国旗掲揚塔の前に柵で囲ってこれぐらいに大きなさざれ石があります。さざれ石ももともとは水石の母体となる日本の山河から取れた石の一つです。明治神宮に来る機会があったら皆さん宝物殿の前まで行けますので、これが君が代のさざれ石かというのもご覧になってください。それでは一石ずつのご説明をさせていただきます。中央に飾られているこの石が清岳石という静岡に産した石です。大きな山並みが雄大な景色を描いていますが、これは明治神宮の所蔵の一石で、名前を足高、つまり静岡県の富士山のそばにある足高山から名付けられたと言われますが、長く明治神宮で大切にされたとても有名な石です。さてこちらの石は霞立つ素晴らしい大和の山姿を描いていますが、ご覧ください。私の手の大きさで分かりますか。とても小さな棚心に乗るような石です。この石は幕末期江戸後期ですね、日本外史を編纂した国学者来山陽の遺愛石として現在も財団法人来山陽旧石保存会がお持ちです。来山陽は京都に住み、大原から降りてくる野菜を町に売りに来る大原女の空の籠に鴨川のほとりから石を拾ってきてごらん、それを庭に並べておくれと言ってわずかな小遣いをあげて、その石から拾い上げてそれを座敷に選び込んで楽しまれたと言われます。この石もその一つとして残っている鴨川の石です。来山陽の商品群の水石は日本の水石界の宝と言われますが、今回もこの石が飾られました。名前が青山白水山青き水白きという名がついています。さてこの石は岐阜県根尾谷で産出された菊花石という種類の石です。菊花、つまり菊の花の紋が石の面に出ていることでその名前が付けられていますが、ご覧ください。まるで能を舞うような姿が、まさに能衣装がその菊の紋と捉えているんですね。この石は今回のポスターにされた石ですが、歴史的にも明治から今の水石界に伝える大切な伝承名石と言われています。明治の最後の元勲と言われた西園寺金持公の由来を深く持つ石で、ご覧ください。小さな台が載っています。
この台を作ったのは盆栽の食やこの石の台座を作る希代の名人と言われた日比野一貫斎の作です。この石が岐阜県白木家から東京にもたらされた時に素晴らしい台座を作ってくれと依頼を得て、一貫斎は1ヶ月をかけてこの台座とあるものを作りました。この石に添えられたのはヒノキの一枚の板だったそうです。きれいにカンナをかけた白木の板を見て西園寺公や関係者たちは「これは何なんだ?」と言った時に、一貫斎が能の題名羽衣の舞を持つ石、能の舞台はヒノキ舞台でございますと言って、現在もそのヒノキの板はこの菊花石とともに保存されています。大変なエピソードを残すこの菊花石羽衣は現在は、京都にある一般財団法人京都文化振興財団、通称慶雲庵の持ち物として長く残されるように保存されています。さて、このわびチャンネルのみが公開する姿を一つこの菊花石にご覧入れます。菊花羽衣の画像は数多くの水石の本にも出ていますが、この羽衣はこの能衣装の背中に一つの菊花石を背負っています。特別な許可をいただいてこの後ろ姿の菊花紋をご覧に入れます。ご覧ください。ちょうど背中に一つ凛と咲く菊花、まさに日本の粋な美がこの石には隠されているということを、今回初めて水石界全体にも初めてご紹介することになりました。さて、せっかく特別な後ろ姿を撮らせてもらったとこですから、もう特別なついでに甘えさせていただいて、この小さな小さな、そして日本一と言われた一貫斎の台座の刻印を拝見させていただきましょう。ご覧ください。一貫斎の文字が、本人の刻印がされています。めったに見られるものではありません。小さなこの台座に込められたさまざまなエピソード、そしてこの菊花石羽衣をこの小さな台座が100年以上支えてきました。それでは67石の選び抜かれた日本の名石の数々の中からいくつかをご紹介させていただきます。50センチを超える大型の台座水石です。水石には台座で楽しむ、こういうふうに台に乗せて飾られるものと水盤に乗せるものに大別されます。台座石の中でもこのように雄大な山姿を持つものが一応真行草の真、つまり位取りの高い基本と言えます。京都鴨川石のすでに水石として楽しまれて、石肌から見ても100年近い時を経ているものと思われますが、日本人の水石観は山に始まり山に終わるといえる、まさに王道中の王道の一石です。こちらは銅器でできた水盤に載せてあります。敷砂という砂を引いて自然の借景のような景色を描くこの姿を水盤水石と言います。マグロ質、つまり真っ黒い質の鴨川石、名が千山万水、千の山万の水と書くこの石は、まさに先ほども言った山形島形を代表する石石として商品ながらとても昔から有名な石です。使われている銅板も原田法雲という
日本の銅水盤の中の最高峰の名工と言われた方が昭和10年代に作ったものが保存されたものです。今回この千山万水がこの60回転を記念して公開されるのは優に50年ぶりと言われます。こちらの石は九州に流れる球磨川、球磨城中の球磨ですね、球磨川から産出された珍しい石です。ご覧ください。そそり立つ深山渓谷の峰々、その中から白い筋が見えるでしょうか。まるで湧き出るようなしぶきを上げる一条の滝姿が見えます。滝石というものがありますが、このように山の中から抱えて出るものを山系滝石、山の景色の滝石と言います。絵のような石ですが、この石を今回この日本水石名品展に出品応募され見事に選考を通ったのはニューヨークに住む水石のアメリカの大家と言われる方です。水石は世界を通じて今さまざまな方々が楽しまれています。それでも日本の水石を愛する方々がこのようにもう一度日本に持ち帰り飾ってくれることには感謝したいですね。山形石や滝石をご紹介しましたが、水石の飾りにはいろいろな楽しみがあり、このような小ぶりで味わいの深いものを文房水石という呼び方もございます。ご覧ください。鴨川奥の八瀬の沢から取られたとされていますが、天板上の段が平らになっていて、その下に隠れたまるで仏の住処のようなものすらも感じられます。光に輝いて月明かりを受けるような天板の姿、名前が月奥と書いてあります。造者のさまざまな思い、さまざまな考え方が反映される、それがこの文房文人水石と言われるものの深い楽しみの一つで、大きさから言っても誰もが楽しめる味わいの深い世界です。この展示会でご紹介したポスターとなったネオ菊花石、羽衣。菊花石はこの羽衣のように岐阜県根尾谷に産するものがその多くを占めますが、この見事な石全体が菊の花が花びらを前方に散らして咲くようなこの石、これは群馬県に産する下仁田菊花と言われるものです。このように細かい花の弁をまるで花火のように全部散らしている石、とても貴重ですね。ネオ菊花よりもやや母岩、石の質が脆いためにその保存が難しいと言われますが、見事な菊を今回は一石この明治神宮に飾っていただきました。こちらの石はご覧ください。石全体がまるでサンゴや宝玉のように真っ赤です。佐渡島に産する赤玉石というもので、同じこの赤系の中のものでも水石界の宝とされる産地です。それを見事な水盤が抑えています。中国明代約400年前の青磁の水盤です。赤の色がこの初夏の飾りに暑さを感じるように涼やかな青磁の水盤に合わせる、これもその季節を楽しむ日本人の美意識ではないでしょうか。このようにさまざまな産地の石があり、この67石の中にも各地の産石、世田川石、揖斐川石、佐治川石、北海道鴨居古丹、さまざまなものがあります。またそれはこのわびチャンネルの水石のチャンネルの時にご紹介したいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今日は特別な場所、神聖な場所、明治神宮の中からお伝えいたしました。本殿社殿前の回廊、奉納盆栽展の世界、そしてここ社務所講堂の第60回日本水石名品展、少し厳かな場所からの
皆さんへのお伝えとなりましたが、いかがだったでしょうか。もし面白かった、いいなと思っていただければ、チャンネル登録をいただけると助かります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。